こんにちは、ゆうです。今回は少し前の動画で予告していた通り、今年のウェディングドレスのマイデザインをご紹介したいと思います。実は昨年2020年にもウェディングドレスとブライズメイドドレスを作ってドット絵を公開する動画を投稿しています。今回はウェディングドレスの他にカラードレスと新郎が着るジャケットとベストのセットを作りましたので、女の子と男の子の住民さん両方に着せて一緒にご紹介していきたいと思います。今回はガーデンウェディングのようなカジュアルな雰囲気の衣装にしたので、それに合わせて屋外撮影用の桜の庭園も作りたいと思います。まずはドレスのご紹介の前にそのエリアのしまくりからやっていきましょう。マイデザインは今まで公開・配布を行ったものを使っていきます。作る場所もヨーロッパ風の街並みが見渡せる高台の西側のエリアに作るのですが、期間限定のエリアとして作ろうと思います。もちろん一旦夢見は更新いたしますので、よかったら期間限定のエリアに遊びに来てください。それでは島クリエイトやっていきましょう。期間限定のエリアなので、またしばらくしたら取り壊してしまいますが、ひとまず島の中心にある高台のすぐ隣に作りたいと思います。せっかくなので、この少し広めの範囲に桜をたくさん植えて庭園を作っていきます。まずは道をつなげていきます。ここからはマイデザインの道にしたいので、切り替えの部分に横向きの石階段を敷いていきます。いつものように道の両端にストーンプレートの縁取りをして、後で上から柵を打ちます。地面に使うマイデザもいろいろ作っていますが、広い範囲で使う際は主張の少ない落ち着いたものがいいかなと思って蜜色の石畳を選びました。ひとまずエリアの前の道ができました。広めの道なので屋台などを置いて賑やかにしても良さそうです。次は植物を植えていきます。右端には崖の岩肌が見えているので、なるべく目立たないように低木や広葉樹を植えます。特に春には桜を咲かせる広葉樹は少しずらして植えてばらつくようにしてあげるとボリュームが出て綺麗に見えます。それからなるべく木の前には根元を隠すために生垣を打っておきます。右側の植樹がだいたい終わったら庭園の中央を飾り付けます。入り口には石階段、さらに横向きの石階段も組み合わせてバージンロード代わりの床を作ります。横向きの石階段はあんまり長くつなげずに3つぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思うので、間にストーンプレートを挟みます。内側はタイルの縁取り付きのウッドデッキ。グリーンストーンタイルをはめ込みます。中央の床ができたらその周りにもストーンプレートを敷いて細かく区画を分けます。一番端っこは低木や桜で隠れるので、あえて敷かずに置きました。基本的には左側も同じように作っていきますが、こちらはエリアの終わりになるので、一番端に縦にストーンプレートを敷いて後から柵で囲みます。左側にも左右対称になるように桜や低木を植えていきます。生垣と組み合わせて使う柵には今回ウェディングな柵を選びました。白とゴールドの優しい色味がこの桜いっぱいのエリアによく馴染みます。次は中央の道から5マス分奥に行ったところに崖を作ります。庭園の横幅いっぱいの大きさで、さらにこの上に2段目の崖も作ります。
掛の前面に大きな滝を作ります。結婚式といえば屋内のチャペルであればステンドグラスが欲しいところですが、今回は屋外の庭園にしたのでステンドグラスの代わりに滝を使うことにしました。崖の角はあえて丸めずに低木を植えて隙間を埋め、手前に木を植えたりして後で隠します。今回から追加されたウェディングベルも高いところにある鐘に見えるように真ん中に置いておきます。崖上の飾り付けができました。上に低木や桜の木を植えたのでボリュームも出たし、全体のシルエットも丸みを帯びた形になったと思います。ただ滝のラインが単調なのでウェディングなパイプオルガンを間に置いて流れを途切れさせてみます。間に低木を植えて隙間をなくし、色味を合わせた街灯を設置してライトがついた大きな壁に見立てます。これで先ほどよりもメリハリのついた景色になったと思います。次は滝の前の地面も飾り付けていきます。ひし形の芝生を部分的に敷き詰めて整備された庭園っぽさを演出します。この小さなスペースにも敷き詰めていきます。私はこの芝生の舞下座を象徴的なアイテムを置いたり、人が出入りする部分に使うようにしています。これで地面の舞下座の下準備ができました。最後に全体の飾り付けをしていきましょう。せっかくの滝を隠さないように、ここには少し小さめの木を植えておきます。三角形に敷いた芝生を囲うように生垣とウェディングな柵を打っていきます。そして中央には祭壇の代わりに神々しい彫刻を設置しました。この小さな芝生のスペースには3列車席の代わりに丸太のソファーを置いておきます。よく使っている屋台用の舞下座をリメイクしています。このスペースは庭園を彩るお花を植えていきます。生え方の違うお花を組み合わせると密度がぐっと増す気がします。中央には講演台とリングピローを置いて誓いの儀式ができるようにしました。これで桜の庭園の完成です。庭園での撮影風景はピッコリーノと島散歩の総集編の動画でたっぷりご紹介しています。さて次は肝心のウェディング衣装を見ていきましょう。まずはウェディングドレスのご紹介から。今回は雰囲気の違うドレスを2種類作りました。去年作ったドレスは前側が割とシンプルなデザインだったので、今回は前側のデザインも可愛く見えるように作ってみました。もちろん背中側もなるべく綺麗に見えるようなデザインにしています。どちらもクラシカルなワンピースをイメージして作ったので、結婚式以外にも使ってもらえたら嬉しいです。優が着用しているのは胸元や裾にレースや刺繍をあしらった大人っぽいデザイン。ノアが着用しているのはフリルやリボン、小さなボタンをつけたガーリーなデザインにしました。ドット絵で見るとこんな感じです。胸元に1段、スカート部分に2段のフリルがついています。スカートの一番下の裾の部分を暗くすることですぐ上のフリルが浮き上がって見えるようにしました。また胸元のフリルをオフショルダーっぽく肩とつなげることで大きな逆三角形を作っています。
背中側も同様に大きな逆三角形になるように描いていて、こうすることでウエストのくびれが強調されてスタイルが少しよく見えるんじゃないかなと思います。胸元のフリルの上の部分はシースルーのデザインになっています。こちらのドレスも胸元のレースと肩のレースがつながるように描いています。さらにレースの端から脇にかけての生地を暗めの色にして切り替えたので、胴体が少しすっきりして見えるんじゃないかなと思います。それから今年から意識しているのですが、谷間をあまり肉感的に描きすぎないようにしようかなと思って少し影をつける程度にしています。背面も同様に肩と背中のレースをつなげています。 V 字に大きく背中が見えるデザインにしたのですが、首のすぐ下で細いリボンでつないでいるので、あんまりセクシーになりすぎないかなと思います。つもりのキャラクターの体型は丸っこくて可愛らしい感じなので、そのイメージをあんまり変えずにスタイルを少し補正できるようなドレスを目指して作ってみました。次は新郎用のジャケットとベストのデザインです。ゲーム内で購入できるスーツの色となるべく被らない色を選んで作ってみました。カジュアルな結婚式にぴったりのデザインになったかなと思います。リノくんが着用しているのはベージュのジャケットとベストのセット。蝶ネクタイも同じベージュで合わせています。胸元には小さなピンクのコサージュをつけました。ベストから見える部分をグレーにしたので、いろんなボトムと合わせやすいのかなと思うのですが、白いパンツと合わせるのが明るくて可愛いんじゃないかなと思います。友人が着用しているのは色違いのブルーのジャケットとベストのセット。蝶ネクタイもお揃いの色です。こちらもすごく微妙な色合いで作ったので、やっぱり白のボトムと合わせるのがいいかなと思います。こちらはよりカジュアルな雰囲気にしようかなと思って穴あきデニムを合わせてみました。最後にカラードレスのご紹介です。爽やかなブルーとグリーンのドレスを作りました。上半身はリーフ模様のレースに、下はチュールスカートに真珠の粒を散りばめてみました。背面はこんな感じ。背中で留めている小さなボタンの列が可愛いかなと思います。ドット絵で見るとこんな感じです。上半身にたくさんリーフ模様を描いたのですが、全て同じトーンで塗ってしまうとメリハリがつかなくなってしまうので、胸元の V 字の形の部分が特に強調されるように、そこ以外のリーフ模様の部分を少し暗い色味で塗り分けています。背中側にも同じ塗り分けをしました。これで少し離れてみた時にもメリハリのついたスタイルになったんじゃないかなと思います。今回配布しているドレスは小麦肌と白肌2タイプあるのですが、小麦肌に合わせているのはこちらの色味です。白肌に合わせているのはこちらの色味。白いドレスとメリハリをつけるために少し濃いめの色にしているので、この辺りの色やこの辺りの色にも合うんじゃないかなと思います。最後にカラーバリエーションのご紹介です。ユウが着用していたデザインの白肌バージョンも作ってあります。ノアが着用していたフリルのタイプはシースルーのデザインなので、小麦肌の人が着てもそんなに違和感がないんじゃないかなと思います。カラードレスの方はブルーとグリーンでそれぞれ小麦肌白肌両方用意して配布をしています。新郎の衣装の方は肌見せの部分がないので、こちらの2色のみの展開になっています。今回は色違いやタイプ違いでドレスを作ったので、ぜひお友達と一緒にウェディングフォトを撮ってみてください。最後に島クリエイトで作った桜の庭園で写真を撮ってみたいと思います。帽子と組み合わせているので、この庭園ともぴったり相性がいいかなと思います。
こまで見てくださりありがとうございました。今回の動画はいかがだったでしょうか。このエリアは期間限定のエリアとして夢見を登録いたします。このメンバーもウェディング衣装を着てお待ちしていますので、よかったら遊びに来てください。引き続きピッコリーノ島の夢番地はこちらになります。また新しいエリアができるまではこのままで夢を残しておこうと思います。それではまた新しいエリアも頑張って作っていきたいと思います。今回の動画の内容を少しでも気に入っていただけましたら、チャンネル登録やいいねボタンを押してみてください。今後の制作の励みになりますので、ぜひお願いいたします。それでは今回も拙い動画ではありましたが、最後までご視聴くださいましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。